折り紙で作る雪だるまの置き飾りですね。こちらの作り方をご紹介していきます。最初に型紙を作ります。折り紙を4分の1サイズに切ります。4分の1に切ったらこのうちの2枚を使います。この紙を半分に折ります。半分に折ったら向きを変えて、で、さらに半分に折ります。折ったら開きます。開きますと十字の折り筋がつきます。これをもう1枚も同様に折ってください。もう1枚も同様に折ったらコンパスで円を描きます。1枚目は 3.5 センチで描きます。十字に折った折り筋の真ん中に針を当てて円を描いてください。円を描いたらもう1枚はコンパスを 2.8 センチに調整してください。これで同様に円を描いてください。もう1枚も円を描いたらこれをハサミで切ってください。ハサミで切りました。そしたら大きい紙の方、これを4分の1にもう一度折ります。次に定規を上の方に当てます。頂点から3ミリ下あたりに印をつけます。印をつけたら、印をつけたところを起点にまっすぐ線を描きます。まっすぐ線を描きました。次にこれをハサミで切ります。上の部分を切りました。切る際はまっすぐ真横に切るか、中心に向けて少し斜めに切ってください。切る理由としては、開いた際にこの真ん中の部分が出っ張っていると置いた際に不安定になってしまいますので、できるだけまっすぐか少しへこむような感じで切ってください。大きい方を切ったら小さい方も切ります。小さい方は一度折りまして、この状態で1箇所何ミリのところでもいいのでまっすぐ切ります。まっすぐ切りました。これもですね、まっすぐじゃなくてもこのように内側に向けて斜めに切っても大丈夫です。これで型紙の方が完成しました。これを別の折り紙に書いていきます。折り紙を半分に折ります。折ったらさらに半分に折ります。半分に折ったらまたさらに半分に折ります。半分に折ったら折れ目側ですね。この折れ目側の方に先ほど切ったこの型紙を当てます。あとはこの型紙通りに鉛筆でなぞってください。鉛筆でなぞりました。あとはこのままハサミで切ってください。ハサミで切りました。これで同じものが4枚出来上がります。1つの型紙に折り紙を3枚使って合計でこちらのものを12枚作成します。小さい方も同じように3枚の折り紙を使って12枚制作してください。大きいもの、小さいもの、それぞれ3枚作りました。次にこれを接着します。次にこれらを貼り付けていきます。まずは1枚開いて、折り紙の真ん中のところから外側に向けてボンドを塗ります。ボンドを塗ったらこれを閉じます。そして貼り付けます。これをですね、他のやつも開いて、真ん中にボンドを塗っていきます。塗ったら閉じます。この工程を大きい折り紙、小さい折り紙すべて行います。大きい方、小さい方、両方とも真ん中を接着したら、今度は上の部分にボンドを塗って、で、下の方にも塗ります。塗ったら大きいものは大きいものを1枚貼り付けます。貼り付けたらまた同じように上と下の方にボンドを塗ります。塗ったら貼り付けます。このような感じで大きいものは大きいもので貼り付けていってください。小さい方ですが、これも同じように上と下の方にボンドを塗ります。次のものを貼り付ける際に水平にハサミを入れている方が下になります。ここを合わせるように
貼り付けます。で、次のやつも同じように上と下にボンドを塗って、で次のやつも上と下の方の形を気にしつつ貼り付けます。この工程を小さいもの、大きいもの両方行ってください。12枚ずつすべて貼り付けました。で、次にですね、上の上下の部分、ここが段差ができていると思いますんで、これをハサミでできるだけまっすぐになるように整えます。はい、このような感じで整えました。これをですね、下の方は上下両方とも、小さい方は平らく切っている方を整えてください。ハサミで整えたら、次はボンドを一番外側のところ、また上下に塗ります。上と下に塗ります。塗ったら、これを開いて、で、反対側に接着させます。はい、このような感じになります。これをですね、ちっちゃい方も同じように行ってください。小さい方も同様に貼り付けましたら、これを作った時にできた残りの折り紙、これを使います。この折り紙の角1枚だけをだいたい1センチ程度の大きさで切ります。これを後で雪だるまの上と下を貼り付ける際に使います。次に細かいパーツを作っていきます。まずは目と口を作っていきます。黒い紙の切れ端何センチでもいいのでこれを使います。次にコンパスを5ミリの大きさに調整します。あとはこれを黒い紙を裏にしたものに変えていきます。この場合は紙を動かす方が描きやすいと思います。1センチの円を描きました。これをですね、2つ描いてください。1センチの円を2つ描いたら、これをハサミで切ってください。ハサミで切りました。で、今度はですね、先ほど使ったこちらの白い紙と穴開けパンチを使います。なければコンパスでも大丈夫です。穴開けのカバーを外して、そして折り紙ですね。これを挟んで穴を開けます。で、開けた際のこちらの小さい紙を使います。こちらの白い折り紙につきましてはもう使いません。穴開けパンチで作ったこちら、これにボンドをつけます。ボンドを塗ったら黒い丸く切った折り紙に貼り付けます。はい、こんな感じです。もう一枚も同じように貼ってください。貼り付けました。これで目になります。あとは黒い折り紙で口を作ります。黒い折り紙の高さが2センチぐらい、幅が4センチほどあればいいと思います。この部分をちょっと切ります。切ったらこの紙を半分に折ります。次に口の形の下書きを描きます。下書きを描きました。形はお好みで作ってみてください。これをハサミで切ります。ハサミで切りました。このような感じのものが出来上がります。次は花の方を作っていきます。まずはこの折り紙を4分の1サイズにカットします。4分の1に切ったらこのうちの1枚を使います。この折り紙をさらに半分に切ります。半分に切ったらさらにこの1枚を使います。この紙を裏返して、で、角の方に定規を当てます。定規を当てたら紙を引き上げて、このようにカールさせます。カールさせたら折り紙を円錐状になるように丸めていきます。円錐状に丸めました。太さはお好みでいいのですが、1.5 センチで作りました。次に先端からだいたい2センチほどのところ、ここをハサミで切ります。切りましたら若干潰しているような状態でハサミを縦に入れます。このように上下の紙両方ともをだいたい3ミリほど切ります。はい、こんな感じで切りました。これが鼻になります。鼻の長さを2センチと言いましたが、お好みの長さで作ってみてください。次に帽子とボタンの方を作っていきます。この折り紙を4分の1サイズに切ります。4分の1に切ったらこのうちの1枚を使います。この折り紙の1つの辺、ここをですね、まず半分に折ります。上の部分だけ折って折り筋をつけます。次に今折り筋をつけたところから端っこの方に向けてボンドを塗ります。次にボンドを塗っていない裏側の方にこのボンドを塗った方を持ってきまして、
そして貼り付けます。真ん中の部分はいらなかったんで拭い取ります。はい、こんな感じです。ボンドが貼り付いて動かなくなるのを待ちます。次にこの下のへこんでいる部分、ここを起点に真横にハサミで切っていきます。はい、こんな感じで切りました。もしも形が歪んでいる場合は追加で切ってください。はい、これが帽子になります。大きさについては小さい方の球体の上にかぶせて確認してください。もしもいまいちであれば帽子の方のサイズを作り直してみてください。次に残った紙でボタンの方を作っていきます。ボタンの形はお好みの形で作ってみてください。このように角を折った部分を切ればこのように四角いものができますし、これをボタンとして使ってもいいですし、1センチ程度の円を描いてそれを使うのもいいかと思います。お好みの形、個数を作ってください。先ほどの紙で1センチの円をボタンとして使います。で、続きましてマフラーを作っていきます。この紙を縦半分に切ります。半分に切ったら次はこの1枚。この紙をまた半分に切ります。半分に切ったらさらにこれを半分に切ります。半分に切ったらまたこの1枚を半分に切ります。半分に切ったら今度はこれをつなげます。折り紙の末端にボンドを塗ります。塗ったらもう1枚の末端に貼り付けて細長い帯を作ります。これをマフラーとして使います。で、次に手の方を作っていきます。この紙を4分の1サイズに切ります。4分の1に切ったらこのうちの1枚を使います。この折り紙をさらに4分の1サイズに切ります。4分の1に切ったらこのうちの2枚を使います。次にこの紙を裏返して定規を角の方に当ててこのまま引き上げます。で、紙をカールさせます。次にこれを端の方から丸めて棒状にしていきます。お好みの太さで作ってください。あとはこの先端の裏が見えている部分を切ります。はい、こんな感じです。これをもう一枚も同じように作ってください。もう一本も棒状にしたら作ったものを貼り付けていきます。まずは小さい方から顔を作っていきます。最初に鼻の方を貼り付けていきます。球体の真ん中のこちら、紙同士が貼り付いているところ、ここに切れ込みを入れた部分を差し込みます。はい、差し込みました。こんな感じです。この時に横から見て鼻が長いなと思ったらハサミで切って調整してください。少しばかり短くしました。次にボンドを切れ込みを入れている箇所、内側の方でいいのでそこにボンドを塗ります。内側上下に塗りました。これを貼り付けます。はい、こんな感じです。次に目を貼り付けます。目は鼻をつけた隣のところですね。このような感じで貼り付けます。目を貼り付ける位置にボンドを塗ります。そしたら目を貼り付けます。1枚貼ったら鼻を挟んでその反対隣の方、ここにももう一つ貼り付けます。目の方を貼り付けたら今度は口を貼ります。口の方は鼻のちょうど下あたりに貼ります。同じようにボンドを塗ります。ボンドを塗ったら貼り付けます。口の角度にはご注意ください。次に帽子の方を貼っていきます。帽子の方はどのような感じで貼るかを決めてください。決めたら帽子の内側の縁の部分ですね。ここにボンドを塗っていきます。ボンドを塗ったら決めた位置に貼り付けてください。はい、こんな感じです。ボンドが貼り付いて動かなくなるのを待ちます。次に体の方を作っていきます。まずはボタンを貼る位置を決めます。貼る位置を決めたらボンドを塗ります。塗ったら貼り付けます。もう一箇所にも貼ります。はい、こんな感じです。次に棒を貼り付けます。棒はボタンを貼り付けたところから90度横のところ、ここにですね、貼り付けます。どれぐらいの長さ、角度で貼るかはお好みで決めてください。
棒の下の方にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら貼り付けます。もう一本も同じように貼ってください。もう一本も貼りました。お好みの角度で貼り付けてください。ボンドがしっかり貼り付いて動かなくなるまで待ちます。次に白い折り紙の切れ端で作った四角い紙にボンドを塗ります。多めに塗ってください。で、塗ったらこれを体側の方、この上の中心の部分に貼り付けます。貼り付けたらさらにこの上にボンドを塗ります。この時のボンドは多めの方がいいです。あとは向きに注意しながら貼り付けます。ボンドがしっかりくっついて、貼り付いて動かなくなるまで待ちます。貼り付ける際はテーブルの上に置いて貼ってください。次にマフラーを巻いていきます。折り紙の貼り付けている部分を後ろにして、そして前の方に持ってきます。このまま折り紙が重なっている部分を貼り付けてもいいのですが、片方を内側に入れて、そしてこのように巻くのもいいかと思います。これはお好みでやってください。形が決まりましたら折り紙の方、マフラーの折り紙の方を指で軽く折ります。形を整えたらボンドをですね、マフラーのところに塗りまして、そして貼り付けます。貼り付けたのは末端に行くところですね。そこに貼り付けてます。あとはお好みの長さで切ってください。そしてあとは口。これはですね、角度を変えるとこのように口によって見え方が変わってくるので、この口をただ貼り付けて真正面にするのではなく、このように指でこの隙間の中に入れるような感じで曲げます。こんなんです。そうすると上からの見た目もちょっと変わりますんで、やってみてください。これで完成になります。雪だるまを作る際に顔のパーツを変えることで、いろんな表情を作ることもできますし、色を変えるだけでも雰囲気がまた変わってきますんで、このようにいくつか作ってみるのもいいかもしれません。それでは今回はですね、折り紙で作る雪だるまの飾りの作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。